Hello everyone! 大家好！皆さんこんにちは、ひときです。私はひときですっていうフレーズは自己紹介の時に日本語を勉強している人はみんな最初に勉強したと思うんですけど、なんで私がひときですではなくて私はひときですなのかって思ったことありませんか？このがとわはすごい似てるので使い方が難しいですよね。学校の先生が教えるようながは強調っていう文法のルールはたくさんあるんですけど、でも強調って何って思いませんか？だって例えば自己紹介の時にこんにちは、私の名前はちょっと待って、初めての自己紹介はがを使って強調した方がいいの？でも自己紹介の時は和を使うのが普通だよね。強調しないってこと？どういうこと？全然わかんないんだけど。っていう風になりませんか？そんなに毎回考えていたら全然日本語話すことできませんよね。でも大丈夫です。落ち着いてください。皆さんは今日和とがが完璧になります。今日は日本語のネイティブの僕が文法ではなくてコミュニケーションからこの和とがを説明したいと思います。でもその前にこの動画をスポンサーしてくれるリンゴディアというアプリを紹介させてください。これは初めてのスポンサーなんですけど、実は今までもいろんなアプリからオファーが来てたんですけど、このリンゴディアのアプリは本当にいいなって思ったので引き受けました。このリンゴディアではいろいろな言語が勉強できるんですけど、特に日本語と中国語と韓国語に力を入れて作ってるんですよね。それでこのアプリは単語学習や文章を読むだけじゃなくて、実は文法の説明もついてるんですよ。ですので、簡単に言うと基本的な文法は文法の本買わなくてもこのアプリで勉強することができます。あと僕が特に気に入ってるのは、このアプリの音声が本当の日本人が話してるものを使ってるんですよ。多くの言語アプリって機械で作った音声を使ってるので、あまりリスニングとかには実は良くないんですよ。でも日本語ってアクセントとかイントネーションがすごい大切じゃないですか。でもこのアプリの音声は日本人が本当に話してるやつなので 100% コピーしたらもうあなたは日本人ですよ。例えばこれ、運命ですよね。運命ですよね。これも運命という風にこのどこで感情を入れたらいいかがわかるので、すごい便利だと思います。詳しい使い方とか機能とかは別の動画で紹介するので、そちらを参考にしてください。説明欄にリンクがあるので、興味がある人はぜひ使ってみてください。では、がと和の説明に戻ります。さっき和とがは似ているって話したんですけど、じゃあ似ているならなんで2つあると思いますか？それは他のものとの違いを言いたいからです。例えば文法的にはこれは携帯です。これが携帯です。どちらも正しいです。でもよく使うのはこれは携帯ですなんですよ。がを使うときは他のものと区別をしたいときなので、もしこの世の中にこの携帯だけしかなかったら、これが携帯ですっていう言い方はありません。がを使うときは本当に比べるときしか使わないんですよ。例えば、誰が好きですかという言い方は合ってますけど、誰は好きですかという言い方は合っていません。これもたくさん人がいて、その中の誰が好きですか、他の人と区別をしてますよね。ですので、誰が好きですかという風に言います。こういう風に他のものと違うよって言いたい時だけがを使うので、普通に物や人の説明をする時にがを使うとすごいうざいんですよ。例えば普通は僕は医学生ですと言いますけど、もし僕が医学生ですと言ったら他の人と区別をしたいので、君は違うね、君も違うね、じゃあ誰が医学生？そう、僕。なんかすごいうざくないですか？すごい強調していて、僕が医学生ですみたいな感じになります。ですので普通に紹介するときは、僕は医学生です。僕は日本人です。僕はひときですという風に和を主に使います。もし僕がひときですって言ったら、なんかスーパーヒーローみたいで、みんなが知っているあのひときは僕がひときですみたいな意味になります。あとは例えばラーメンを見たことない人がいたら、あれじゃないよ、あれがラーメンという風にも使いますけど、普通に説明するときはやっぱり和をたくさん使うと思います。少し難しい文章だと、
僕は日本の音楽が好きですという言い方ができます。なんでここでは日本の音楽が好きですっていうかというと、皆さんはわかりますか？アメリカじゃない、台湾じゃない、イギリスじゃない、日本の音楽が好きですというのでがを使っています。でも音楽はたくさんある中で日本の音楽が好きですという風に言いましたけど、でも僕は他の人と比べたいわけではないので、僕は日本の音楽が好きですという言い方になります。じゃあ最後、ちょっと難しいですけど、僕が医学生ですという言い方はすごいプライドが高いやつみたいな感じですけど、僕が高校生の時サッカーが好きだったという言い方は合っています。なんでさっきがを使ったら変だって言ったじゃん。他の人と比べてるって言ったじゃんって今思ってるかもしれないですけど、でも実はここでも僕と他の人を比べてるんですよ。誰だと思いますか？そう、それは自分自身。今の僕と昔の僕、もしくは未来の僕と比べるときは、このがを使うことができます。簡単に言うと、自分の昔の話をするときは、例えば僕が子供の時、僕が中学生の時という風にがを使うし、未来の時も僕が医者になったら、僕が30歳になったらという風にがを使って、今の自分と比べて説明をすることができます。ちょっと難しいですよね。でも過去と未来の話をするとき以外は、僕がっていう言い方はあまりしないので、そこは覚えておくといいと思います。今日は和とがについて説明したんですけど、皆さんに知ってもらいたいのは、これを 100% 使える人はいません。僕たちネイティブも間違えるし、使い方が難しいからよく僕ひときです。僕医学生ですという風にもう和とがを言わない文化も出てきています。ですのでこの違いを知っておくことは大切ですけど、使えないからって話すのが怖くなる必要はありません。本当に怖かったら僕音楽好きですでも大丈夫です。僕もそのフレーズ言うし、文法のテストではダメかもしれないですけど、コミュニケーションでは全然問題ありません。でも今度がを聞いた時に何と比べてるのかなって考えてみるととても面白いと思います。もっとコミュニケーション上手になりたいなと思ったら、ぜひチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。僕のモチベーションにもなります。皆さんありがとうございました。サムネイルどんなのがいいかな。どうしよっかな。こんな感じ？なんだこれ。こうか普通。これあれだ。なんかよくありそうなサムネイル。これで OK。またね。